それこそ高卒での子でも3年ぐらいとか稼げる夢もあると。今だけで稼げますし、これは別に年齢関係ないんで、こんなに喜ばれる仕事ってなかなかないですよね。やりがいはすごいですよね。引っ越し業界って体力的にはちょっときつそうなんですが、お給料がいいイメージがあって、周りからの評判もいいですし、ぶっちゃけ給料事情とかどうなんでしょうか。いいですよ。いろんな仕事ありますけど、だいたい引っ越しスタッフで、免許を持ってトラック運転できて、ある程度仕事ができる社員で、そうですね、とりあえずトラック運転できるようになれば、年収一番下でも400万ぐらいとかありますし、今うちでも一番高い方だと引っ越しスタッフで500万後半ぐらいとかはいますし、そういうキャリアの方でできる人だったら、そのぐらいは稼げる。これは別に年齢関係ないんで、それこそ高卒での子でも年400万ぐらいとかからいますし、若くても500万とか全然超えてくる可能性も今もうあるので、あとは弊社の場合だと基本支店長とか拡大してるので、支店長になれるような人とかっていうのも随時募集で、当然引っ越しスタッフから始めてもらうことが多いですけど、でも支店長になったら最低500万ぐらいから稼ぐ人は600万後半700万とかありますし、これも年齢関係なくですからね。今例えばそうですね、例で言うと一人の支店長で言うと今年29歳かなで、勤続も丸3年ぐらい4年目入りましたけど、この人は引っ越しのアルバイトから入って社員になって支店長になって、大きの年収は600、700万ぐらいとか。20代で、もう一つ例で言うと、とある部長とかいますけど、この方なんか現在41歳で勤続9年ぐらいで、この人も引っ越しのスタッフのアルバイトから始めて、そこから経験積んで支店長になって、支店長でもいくらか経験積んで、抜擢して部長になって、今期から執行役員扱いですけど、この人なんかも年収で言ったらもう800、900ぐらいとかになりましたし、ちょっとした業績給もあるので、今だけで1000万稼げますし、ある意味ですから40ぐらいで10年働いてちゃんと下から成果出して上がってきてやれば、1000万稼げる夢もあると。僕らみたいにあんまり大した学歴もないとか職の資格もないとかっていう中で積み重ねて、40歳ぐらいでマネジメントサイドで、1000万稼げる可能性があるっていう意味では、めちゃめちゃいいですよね。今って20代とか30代の平均年収ってかなり下がってるって言われてると思うんですけど、そういう中でいうと結構水準としては高いのかなっていう印象を受けました。そうですね。あと一つ気になってるのは、引っ越し業界未経験で例えば30代で中途で入られる方とかもいらっしゃるんですか？ありますよ。引っ越し業界の場合はいきなり社員っていうパターンが少なくてですね、皆さんアルバイトで来られて、でそこで仕事の内容とか、環境を触れていただいて、なるっていう人が多いので、職種的にはやっぱ現場を知らないとなかなかマネジメントしづらいっていうのが多分あると思うので、そうですね。まずは一旦現場を経験してから、支店長なり部長職を目指していくっていうのが形なんですよね。そうですね。想像してたよりも金額が深かったので夢あるなと思っちゃいました。アップルさんの引っ越しを経験された後、また別の職種であったりとか、キャリアアップされた方とかっていうのもいらっしゃったりしますか？そうですね。今ね、取締役でいる人なんかは正直出戻りなんですけど、弊社で10年ぐらい働いて、それなりにキャリア積んで、1回辞めて転職した際は、普通の IT 会社とかで管理部門とかで、それなりの役職で1回行って、結果戻ってきちゃったんですけど、それは別に僕的には嬉しいことがないんですけど、そういう人もいますし、あとはそうですね、僕らみたいな業種からやった人って自分たちでやっぱり運送系の独立をする、個人事業主とかでやるぐらいしかいないですけど、うちでうまくいったら独立社員残ってる人多いかな。正直お金稼げてたら特に辞める理由もなかったら続けますしね。そうですね。運送業界とかも特にそうですけど、軽貨物で独立とか本当に頑張って運送会社立ち上げるとかって言っても、そこそこの規模にならないと一瞬目の前稼げますけど、長期的に見たりとかセーフティー的なところを考えると
多分うちで頑張ってのし上がってた方が多分稼げるんで、自分で独立して軽貨物で1000万稼ぐってまあまあ大変ですよね。それこそ休まず、とんでもない量を運んで毎日朝から夜遅くまで働いてってやらないと物理上無理ですし、自分で独立してやっちゃうよりかは、まずアップルさんにいて、給料としてもらってる方がいいんじゃないかな。まあいろんな面で、でも一番やっぱ成長できますよね。あんまり未熟のうちに独立しちゃうと、どうしても目の前のお金稼がなきゃいけないから、半分以上プレイヤーとしてやっぱこうどう売り上げ上げるかとかどう利益残すかとかばっかりにこう目線になっちゃいますけど、うちの会社とかにいる分には、人として成長する部分とか、ビジネスマンとしてやっぱこういうこと知ってなきゃダメだよねってことは研修とか、環境的に学んでいかなきゃいけないので、役員とか部長クラスとかはスタッフとか営業職から成り上がってきて、で結果そういうところまで行くと、全然他の違う業種の会社に行っても、一定以上やっぱ活躍できると思うぐらいいろんなこと知ってますしできますし。昇進をされた方がいらっしゃると思うんですけど、アップルさんではその会社で規定している昇進の基準みたいなものってあるんですか？例えば支店長とかであれば、基本はやっぱり意識調査とかしたりとか立候補を受け付けたりとか、そういうことをやったりするので、状況にもよりますけど、過去最短であればそれこそ入社して1年とか1年経たないうちに支店長に選ばれた例もいくつか多数ありますし、立候補制もあるんですね。そうですね、関東とかはそうしてますね一応。これはなかなかちょっとユニークな取り組みですよね。ボーナスみたいなものとか賞与的なものっていうのはなんかあるんでしょうか？もちろんそれも含めての年収ですけど、基本引っ越しスタッフとかは、繁忙期の後に1ヶ月分ぐらい、あと若干内容によって評価があるんで、店長とかは今いろいろ拡大途中の会社なのでいろいろ制度変更都度してるんですけど、基本的に悪いように変更することってあんまないので、業績給とかつけながら、自分の視点をちゃんと成果出してそれに応じて分配されるみたいな形で、論理上はね、そうですね、成果出したら1000万今も稼げる形はありますけど、徐々にそういうのもやっぱり会社の拡大とともに制度とかってねいろいろ変わりながら、でも基本的にはいい悪い方向に変わることがないので、現場のスタッフさんとして入って、その方が若ければもう本当に20代のうちに支店長さんだったり年収1000万とかも20代で達成可能な状況。いや全然可能ですよね。支店長なんか別に全然20歳ちょっととか21とか2とかでやらしたこともありますし、ポテンシャルと人間性とひっくるめて能力もあれば全然24とか5とかでも専任するつもりはむしろありますし、本来自分の方針としては若いからまだだよねっていうよりかは若いからやらせたいんですよ。自分もそうやって育ちましたし、その上に上がっていくのも、会社が成長してなければ結局ポスト開かないんで難しいですけど、会社が成長していればポストも作られますし開く場合もいっぱいありますし、どんどんやっぱりこう上がってきてほしいなと思いますし、あとやっぱりあんまり古い人がいるっていうのも僕はどうかと自分も含め思ってるんで、本来は実務の執行に関してはなるべく世代交代とかっていうのはやっぱり30代40代とか若い人にやってもらいたいなと思うので、そういう世代交代も含めて年齢高くて古い人がドンとずっと居座ってますよっていうような会社は作りたくないので、若い人は重宝しますよね。門司社長が引っ越しの業界でお仕事をされてきて、こういうところは引っ越し業界、他の業界にはない魅力だったりとか、そういったものとかありますか？やりがいはすごいですよね。僕重要なのってやりがいと報酬と環境だと思ってて、一つやりがいはこんだけ目の前でお客様に直接感謝される仕事とか見たことないわけですよ。僕もねバイトでいろんな職種やってみたりとか、いろんな人の職種の情報とかリサーチしたりとか聞いたりしますけど、こんなに喜ばれる仕事ってなかなかないですよね。自分の時間を使って人の役に立つっていうことを実感できることがないですよね。極端な話ですよ。一つのオフィスの中でずっと毎日働いてたらなかなかお客様に感謝される、自分がやったことに対して感謝されるとか存在価値を感じることってなかなか正直低いと思うんですよ。機会がないと思うんですよ。でも現場に行ってるともう毎回お客様がいて、であなたが来てくれてよかったとか、自分が何か役に立てたんだってすごい価値を感じられることが毎日ありますし、ものすごいやりがいありますよね。あと環境もどっちかっていうと一番大事な人間関係かなと思いますけど、弊社はかなりいいですし、毎度言いますけど僕もねなんかこういう成り行き上社長やってますけど、全然現場でもいいですよね。健康的ですし体力いりますよねって言いますけど、体がやっぱ資本じゃないですか。でも年老いてもやっぱ元気でいられるのっていうのは体が資本なんで、
そういう意味ではある意味毎日お金もらいながらトレーニングできてるんで、みんなだから見てて免疫とかそういうの強いなと思うんですよね。先日社員の皆さんとお会いした時も年齢関係なくなんか皆さん活気があって元気だなっていう印象が一番ありました。自然とそういう風にやっぱなれるんだなって感じました。森社長、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、引っ越し業界はなんか若くて学歴とかにちょっと自信がない人でも入りやすかったり稼げるという夢がある業界なんだなっていうのがすごくよく分かりました。なので、ちょっと自分も転職する際は引っ越し業界考えてみようかなと思いました。ありがとうございます。このチャンネルではビジネスに役立つ知識や現場の様子など様々な動画を配信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にこの動画もいいねを押していただけると嬉しいです。ありがとうございました。